次のクエストを進めていきます。これですね。ギアの鋳型を作ります。で、これに必要な素材が、この溶融アルミコードが必要で、この溶融アルミコードを作るには、アルミニウムと銅を溶かさなきゃいけないんですね。アルミと銅を溶かします。この焼成タンクに溶岩を右クリックして入れて、この制御ブロックを右クリックする。で、アルミと銅を入れる。鋳型の元となるギアを作ります。棒4つで、木の歯車、それをさらに石で囲んで、石の歯車です。歯車ができたら鑑識精錬炉のテーブルに置きます。で、蛇口を右クリックです。で、これで鋳型が完成しました。これでクエスト完了です。次のクエストです。これですね。クレオソートが欲しいので、コークスローを作ります。これはイマーシブルエンジニアリングのやつですね。このレンガを作るためには、レンガ、粘土、砂岩が必要みたいですね。取ってきます。クエストを進める前に実績を解除していこうと思います。これがゴールの実績なので、この本とこのハンマーの実績を解除しておきます。本とレバーで、技師の手引き書ができます。で、これを読むと実績が解除されます。棒を2つ、鉄インゴットを2つ、糸を並べてハンマーです。作ったレンガを立方体に並べていきます。で、この状態でハンマーを使って右クリックするとコークスローが完成します。クエストの1段階目が進んだので、次は、コークスを入手するんですね。で、コークスの入手作り方は、石炭をコークスローにセットすると、時間経過でできます。コークスができました。それとクレオソートも一緒にできるので、これは木材加工にたくさん使うので、原木をとりあえず入れて、いっぱい作っておくといいです。後回しにしたかまどの実績を解除します。普通のかまどを作るにはまず丸石を9個並べて圧縮した丸石を作ります。次にその圧縮した丸石を囲ってかまどができます。これで実績解除です。忘れないように金属を手に入れるの実績も解除しておきます。鉄を採掘してきたので、この IC2 のツールを作るクエストを進めていきます。
インゴットの作成は乾式精錬炉で行っていきます。まずインゴットをここに置いて、これでインゴットの鋳型ができました。とりあえず鉄鉱石を10個ほど溶かします。これでインゴット20個分になります。そして溶けた鉄を選択して下の方に持っていって、この蛇口を右クリックすると流れてインゴットができます。いっぺんに作りたいときはこの釜に直接注ぐとブロックができて9個分になると。で、これで鉄ブロックができます。ハンマー作っていきます。鉄5個と、これ普通の棒じゃなくて外心木棒というものなんですが、これを作るにはクレオソート入りの瓶かバケツが必要なんですね。で、今のところバケツが作れないので、ガラスを3つ並べて瓶を作ります。クレオソートは以前作っていたコークスローに溜まっているものがあるので、ここに瓶を置くとクレオソート入りの瓶ができます。真ん中にクレオソート、その周りを木材で囲むと防腐木材ができまして、それを縦に並べると岩心木棒ができます。で、それを横に並べて鉄インゴットを並べる。そしたら IC2 のハンマーができます。で、次がカッター。カッターは、鉄を2つハンマーで叩くとアイアンプレートができます。これを3つ作ります。で、プレートを3つ並べて、カッターができます。こうですね。で、このクエストは完了です。カッターを作るときにちらっと映ったと思うんですが、バケツを作っていきます。まずプレートを3枚作って、V 字に並べてバケツができます。やっとです。バケツを作ったので、今度は液体の持ち運びができるタンクを作っていきます。まず、銅インゴットを真ん中に置いて、周りを十字架にガラスで囲む。そしたら携帯タンクができます。このタンクがあると溶岩や水が一度に運べるので、乾式精錬炉に直接液体を流し込めるようにしたいと思います。まず丸石を溶かします。丸石が溶けると、小生石の液体ができます。それをインゴットの鋳型に流すと、小生レンガができます。小生レンガを9個作ってきました。これで、廃液口と蛇口を作ります。作った廃液口を上向きにセットします。で、上向きにセットした廃液口の横に
先ほど作った携帯タンクをセットします。そしてその携帯タンクに蛇口をセットします。そうすると、排液口に向かって蛇口がセットされて、液体は直接流し込めるようになります。今、溶岩をタンクに入れたんですが、それを蛇口を右クリックすると、このように直接溶岩が鑑識精錬炉に入ります。そうすると、水を汲んできて、タンクに入れます。そしてまた、クリックすると、水と溶岩が反応して黒曜石になります。この黒曜石を使って、今あるツールより優れたツールを作ります。先ほど作った黒曜石で、このアルマイトのツルハシの頭を作っていきます。マイニングレベルがコバルトとなっているので、これでダイヤも黒曜石もとりあえず掘れるようになります。で、これを作るには、黒曜石と鉄とアルミニウムを溶かすとアルマイトになります。先ほど溶かした黒曜石と鉄があるので、これにアルミを溶かして混ぜていきます。アルマイトができました。これをツルハシの鋳型に流して、アルマイトのツルハシの頭ができました。ツルハシの絵を作りたいと思います。まず、ゼラチナスライムを4つ置いて、土と砂を置きます。そうするとベトつく泥ができます。で、ベトつく泥をかまどで焼きます。かまどで焼くとスライムクリスタルができます。絵の木型とスライムクリスタルをセットしてスライムツールロッドができます。これは耐久力が2倍になります。ツルハシの締め具は紙で作ります。紙で作ると施せる改造が1つ増えます。アルマイトツルハシが完成しました。もし村などで鋼鉄が手に入っていたら、鋼鉄のツルハシをおすすめします。こちらの方が耐久力とマイニングスピードが上なんですね。将来的にシルクタッチ用と幸運用のツルハシが必要なので2つ作りました。